皆さんこんにちは。魔法使いリリです。これまで化学物質過敏症についての動画をいくつかお届けしてきましたが、今回はそもそも化学物質過敏症ってどんな症状が出るのか、そしてどんな日常なのかというテーマで私の経験も交えながらお話ししていきたいと思います。化学物質過敏症とは、ごく微量の化学物質に暴露をすることでさまざまな不調が現れてしまう病気です。例えば頭痛やめまい、吐き気、疲労感、不眠、不安感、皮膚炎、喘息、動悸、消化器症状や鼻炎や咽頭炎など、その症状は多岐にわたります。私の場合は慢性上咽頭炎の悪化や肺の痛み、消化器系のトラブル、吐き気、しびれ、めまい、思考力の低下などが出やすいです。中でも特に怖いのが思考力の低下で、頭に霧がかかったように物事をうまく考えられなくなるあの感覚はとても恐ろしいものです。症状がひどい時には、ほんの一瞬、ほんの微量の化学物質に触れただけでも、それがまるで毒ガスのように感じられて、息ができなくなってパニックに陥ってしまいます。そして原因となった物質から離れた後も、すでに体内に入ってしまった化学物質の影響によって様々な不調が続きます。それらが体から抜けきるまでに数日から1週間ほど寝込んでしまう、そんなサイクルに陥ってしまうのです。現代社会は化学物質にあふれています。そのため体から化学物質が完全に抜けきる前に、またどこからともなく新しい化学物質に暴露してしまい、ようやく回復してきた症状がまたぶり返してしまう。その繰り返しの中で、次はいつどこから化学物質がやってくるのかという不安が常につきまとい、心も体も休まることがありません。化学物質過敏症になると、生きているその世界そのものが病気になる前とは全く別のものに変わってしまいます。どこから化学物質という見えない恐怖がやってくるのかわからないまま、常に緊張して落ち着かない世界で生活し続けなくてはならないのです。化学物質過敏症と聞くと、柔軟剤の香りがダメというイメージを持つ方も多いと思います。でも実際は健康な方が強い香りと感じるレベルでなくても反応してしまいます。例えば吸気口から微量に入ってきた近隣の洗濯物の香りだったり、また化学物質たっぷりの柔軟剤や洗濯洗剤を使っている方と接触した荷物に残った残りがなど、びっくりするぐらい微量の化学物質に反応してしまうのです。さらに私たちの身の回りの化学物質は柔軟剤や洗剤だけではありません。家の建材やアスファルト、家具、家電など、ありとあらゆるものが化学物質を揮発させています。新品の家具や家電、カバンや本などもすぐには使えず、化学物質が揮発するまでベークアウトする必要があります。さらに自宅の近くで工事があると避難しなければならないこともあります。しかし避難をしようと思っても、化学物質過敏症の方は世の中が化学物質にあふれてしまっているため、普通に外出するだけでも大変です。さらにホテルに宿泊することも難しいという問題があります。ホテルは定期的に部屋をリフォームしていますし、多くの人が利用するため柔軟剤などの残りが残っていることも多く、かなり宿泊はきついです。私の知り合いで自宅に住めなくなってホテルを転々としていた化学物質過敏症の方の話ですが、東急系列の一定のランクのホテルは空気質が良かったとのことです。どうしてもホテル宿泊が必要になった時の参考にしてみてください。化学物質過敏症は生活が不便になるだけではなく、人と会うことも難しくなってしまいます。そして化学物質は目に見えないため、周りから理解されず孤立してしまうことがあります。私たちの体は小さな地球のようなものです。大気汚染や農薬、化学物質で汚れた地球の空気や食べ物、水を体内に取り入れている私たちの体も同じように影響を受けています。確かに生活は便利になりました。
でも現代では慢性的な不調を抱えている方があまりにも多く、入院したまま病院のベッドで最後を迎える方も少なくありません。これからは利益だけではなく、自分や周りの健康、そして地球の環境を守ることも考えていく必要があります。私たち一人一人が本当の意味で健康についての知識を持つことで、便利な生活を送りながら全ての人にとって住みやすい地球を作っていけると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の話が少しでも参考になった、共感できたと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。